で上段はですね、この動きがよりダイナミックになってですね、で、このバチさばきですね、抜き手のバチさばきと、握り手のバチさばきを合わせたですね、合わせ技が出てきます。はい、ということで、動きもより大きくなってですね、はい、今までのやってきたことをつなげていくというところが出てきますので、はいですね。で、まずこの位置ですね、上段の位置。はい、でまず正面の方からですね。はい、はい、この構える位置はですね、二の腕がほっぺたの横。はい、この真上に上がっていくとですね、ちょっと横から見てみましょうか。はい、この状態ですね。耳の横に来ると、鏡とかがあるとですね、見えるんですが、自分の視界からバチと腕がちょっと消えてしまいますので、この二の腕のほっぺがですね、ほっぺの横に、二の腕の横に、ほっぺの横に、二の腕がですね、二の腕がほっぺの横に来るようにします。そうするとバチとですね、腕がですね、なんとなくこう視界に入ってくるんですね。で、見えないということは、ちょっとコントロールが、しづらくなってくるんですが、はい、で、見える位置にあると、見えるんで、みんなで合わせたり、振りを合わせたり、音を合わせたりするときに、合わせやすいというところになってくるんですね。なので、上段、上とは言ってますが、ちょっと斜め前方角度がですね、45度ぐらいですね、に構えていきます。で、ほっぺたの横ですね。はい。で、この角度でですね、抜き手の状態で、構えていきますが、じゃあ順番にですね、一つずつですね。まず、この構えの一番基本姿勢を抜き手の状態で構えてですね、でそこから、こう腕を上げていくわけですが、はい、でこの時に、この抜き手のままの状態でですね、でバチ先が下がっている状態でこう上げていきます。腕ですね。で、これは、なぜかというとですね、この正面に来ていただきますね。はい。でこのまま、こう上げていくとですね、このバチがこう、これがバチのお腹ですね、こっち側が。はい、そしてこちら側がバチの背中だとすると、こうお腹が見えてですね、あーって上がっていくわけですね。はい、もう丸見えな状態ですね。腹を出した状態で上がっていくわけですが、この線がですね、こういう打ち方もすごくね、荒っぽく打ったりとかですね、この武田形式打ったりするときはすごくいいんですが、あとこう早く打ったりとかね、連打でダーっていうときはもちろんこういった打ち方をしていくわけですが、この構えていくところですね、一つの見せ方としてですね、ここのバチ先が下がった状態で皮からも上がっていくと線でバチがですね、線で上がっていくんですね。ふわっと。で、このふわっと上がっていく、これがこの間というかですね、でこの間と回転、バチがこう描いていくというところで、こう間とですね、あれを生み出していく冬ですね。そう。このままこうスッと上がって、でスローで次にこうクリックというところですね。なのでこの緩急とメリハリというところですね。あと動きの、振りの上でもこの線でバチが上がっていくんですね。なので、この抜き手の状態で構えて、ここから上げています。はい、そして、はい。で、この頂点に来たときに、はい、次の段階ですね。で、ここの時に、ちょっとじゃあ、拙者で。はい、2つ目ですね。はい、最初はこの抜き手で手首が、基本姿勢曲がってるんですが、こう頂点に来た時に、この手首を曲がってない状態というですね、この曲がってる状態からここにニュートラルに戻しています。はい、これですね。で曲がった状態だと、よくこうバチをですね、こう鞭のようにこうしならせるということを言うんですが、ここの、手首が曲がったままの状態だと、ちょっとですね、こう回転指導がありすぎですね、遅れたりする時があるんですね、音が少し。なので、ここの一回こう頂点に来た時に手首をニュートラルの状態に戻していきます。そう、ここですね。で、ここからこうバチがこうしなってシュッと、はい、腕と平行になるようにこうバチがしなっていくようにします。で、一回だからこの頂点に来た時にこの手首をニュートラルな状態に戻して、そこからバチがしないようにしていくと。はい、なので、だったらもう初めからですね、この手首がこう曲がってない状態で上げればいいじゃないかという、意見もあると思うんですが、そうするとですね、この正面から見たときに、もうこうバチが上がった状態で、あーとなんですね、なんで、このバチのこの線を見せていくために、最初は手首を抜き手の状態ですね。で、このバチの背中の部分を見せて、こうバチをしなるようにして見せて、そう横から言うと、そう、きれいですね、ふわーっと上がって、さっと。はい、バチがしなって、ふわーっと上がって、バチがこう描いていくようにですね、打っていきます。特にこのゆったりとですね、ドーン一発ずつこう打っていくような時は、このバチの一つずつのこの所作と振りというところが一つの
見せ方イコール音にも伝わってきますのでですね。はい、ということですね。まず、基本姿勢で構えて、でバツ先を下がった状態で腕が上がって、はい、で、頂点に来たら手首を一回ちょっとニュートラルに戻して、そこから腕をバーンときましたね。はい、でこの打った時にドーンっていう時に、この下段の時にやった腕をプッシュですね。バレーのレシーブのでこのまま押しがないとドーンとニャーンとなります。はい、この革の張力に負けてしまうんですね。これはこれでこのドーンとそのまま響かせる時はいいんですが、ゾンと音を骨で打つようですね。皮の裏側でドーンと響かせるためにはちょっとこの押しが必要なんですね。そうこれですね。これグッとやられる感じですね。はい、この感じがないとこう響かないんですね。伝わってこないんですよ、振動が。なので打った時にこの二の腕のところにグッとプッシュします。はい、でこれで一回止まりました。一回ここで止めていきます。はい、ちゃんと打った時にドーンとピタッと止まってですね。でそこから、今度はリセットしていきます。最初の構えに戻っていきますが、腕を上げます。腕を上げてから抜き手の状態に戻してリセットします。はい、これで順序よくちゃんとこうきれいにですね。打った時にそのままリセットすると、ちょっとこうおざなりになってしまうと、ドンってドンっていう感じですね。ドーンドーンと一つずつこうドーンとなるんですね。これが打ってすぐにこう手首をリセットすると、はい、これドーンですね。ドーン、音がドーンです。はい、これ振りイコール音につながっていきますので、一つずつ丁寧にですね。で、振りも大きく、そして止めるところは止めて、ふわっといくところはふわっといくという形ですね。はい、でこれで、順番ですね。順序でやっていきますと、まず構えて、で腕を上げてドーン、で腕を上げてリセット、で腕を上げてドン、腕を上げてリセット、腕を上げて腕を上げてリセット、腕を上げてドン、腕を上げてリセット。はい、このように、面倒なんですが、一回一回こう腕を上げていくというところを意識します。なかなか日常生活の中で使わないですからね。で、この腕の根元から使っていくというところは、テコの原理とかですね、慣性の法則を、このバチに対して働かせて、対抗をしながらドーンって打つために非常に重要なポイントになっていますので、まずはこの腕の根元を使っていくというところですね。今ね、腕を上げてたら、こちら側の筋肉をすごくよく使います。二の腕の、そういうプルプル、夏になったらちょっと怖いとかですね。プルプル防止。こういうところなかなか使っていかないですから。はい。で、この中心の体の中心のですね、インナーマッスルの方にも腕の裏側ですね、二の腕の裏、すごい重要になっていますので、はいですね。そして、あともう一つですね。はい。頂点上げて打つときですね。で、この打ち下ろしていくときに、肘の向きですね。これが、外に出ると、ちょっとこう顔側にですね、バチが、当たってしまいそうになるときがあります。これは自分でその防御することはできますが、振りがちょっと小さくなってきてしまうんですね。この肘を太鼓の皮の方に向けています。これはその逆発想の打ち方の時ですね。発想の時は、肘を外にしてうわっと打っていきますね。大しく竹だけしく打っていきますが、この逆発想の時は肘を内側に入れてですね、内側に入れて、そうすると、このバチの軌道がですね、太鼓の皮の中心に向かっていきますので、ちょっと打ってみましょう。この肘を、肘が、太鼓の皮、画面の方に、向いていきますね。で、こう肘を向けたときに、よく一緒にこう手首を一緒に向いてしまいます。こうすると、太鼓がこっちになる状態になりますので、からこの肘だけを動かしていくっていう、こういうストレッチをするんですね。外、下、外。肘が外を向いてて、肘だけこの内側に。最初はなかなか動きませんが、こういうストレッチです。なんかこう見ると気持ち悪いですけどね。そう気持ち悪いですね。で、この時に一緒にこの肘が下を向いた時にバチまで一緒にこうならないように、この肘だけこう動かしていきます。筋肉。そう。こういうとこなかなか使っていかないんですね。で、これも使わないと動かないんですね。逆にその使っていけば、動くようになっていくんですね。これすごい結構打つ時に。どの例えばですね、この大太鼓、正面で拝み打ちするときも、斜めで打っていくときも、横で打っていくときもですね、で正面で打つとき、縦打ちですね、この時もこの肘を動かせるっていうところが非常にですね、こうやってモザイク入ってます。
こでちょうどここにこの目線が入って反対してはいということですね。で私がちょうどそのバッジを避けようとしてこっちに行ったら京子さんも狙ってなくてはいということですね。はいなのでこの腕のこれ、こういうストレッチは非常にいいですね。はいはいということで、肘の向きにちょっと、気をつけていくとですね。はいこれはもう使わないより使う方が断然いいですから使えた方がですね。はい気をつけてやってみるといいと思います。いいと思います。はいはい。ということで左右つなげてはい。前で4回とせーのと左こうですね。はい右左はいということですね。でこの、打った時に拳と腕がこう揃うんですね。せーのと右左右はいで、やっぱりこれも右利きの方は最初左が動きづらかったり、左利きの方は右が動きづらいと思いますが、できるだけ右も左もドンっていう音が出せればですね、音が揃うように均等に揃うように、大体揃わない時は位置がずれてたりとかしますので、あとこのバチがしなってなかったりとかですね、そういう時には気をつけながらやっていくといいと思います。いいと思います。はいということで構えが冗談でした。はい次回は何ですか。次回は中段ですね。中段。中段はこれまた難しくなってます。今までは単発打ちですね。一発ずつ打ってましたが、連続打ちというところをやっていくので、片方打ちながら片方動かしたり静止したりとかですね。はい、というところに入ってます。はい、ということで、じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございました。